天気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。人生にはですね、このターニングポイントってたくさんあると思うんですけれども、ターニングポイント、どちらを選んでも問題はないわけですが、この究極の選択っていうのがありますね。どういうことかって言いますと、例えば、自分が電車を運転していてですね、線路がこう先へ行くと2つに分かれてる。で、こちらへ行くと10人ぐらいの人を引いてしまう。こちらへ行くと1人だけ引いてしまう。さて、あなたはどちらを選びますかっていう。これ難しいですね。でも大体10人も、命を奪うよりは1人の方がマシかなって1人の方に、舵を切るのが大体一般的かなと思ったりはするんですけれども、どちらにせよ、命の重みはね、同じですから難しい選択だなと。こういった選択っていろいろありますね。そんな究極の選択に今回、直面したある男性のお話をさせていただきます。最初にお伝えしておきますけれども、これは夢の話です。ある男性が見た夢の話なんですけれども、よくドラマでですね、犯人を追い詰めてこの、岩場に。でも、一歩下がると海ですよっていう殺人事件の最後犯人が、もう俺が犯人だなんて告白するシーンがよくありますけれども、この男性、そんな夢を見たそうなんです。ギリギリの岩場のところになんとなくじりじりと理由はわかりませんけれども、後ろへバックしていく。バックしていくと、後ろは谷底なんですね。で、谷底のところまで来た時に足を滑らしてうわーっと落ちたそうなんです。で、落ちていくんですけども、途中でガッと岩場に捕まって助かるんですね。で、うわー、この岩場でなんとか助かった。落ちずに助かったと思っていると、上からひょこっと男性が顔を出して、大丈夫ですか？声をかけてくれるそうなんです。で、大丈夫じゃないです。もう落ちそうですって言うと、あ、そうでしたか。急にこの男性がパッと腕を伸ばしてくれるそうなんです。そして自分の手をガッと掴んでくれて、よいしょと持ち上げてくれる。ああ、助かったと思って体が持ち上がるその瞬間、またずっと体が重くなった。この持ってる上にいる男性もですね、急に重くなったなんて言ってるそうなんです。で、でも助けてください、助けてください。なんとか引き上げてくださいって言うと、もう僕も手が痺れてきましたなんていう話をするそうなんですね。で、この男性、全く見ず知らずの方らしいんですけれども、なんとか自分を助けようとしてくれてる。でも途中急に重くなった。なんだろうなと思ってパッと下を見るとですね、見知らぬ女性が、この男性の右足の足首のところに持ってぶら下がってるそうなんです。で、この女性がぶら下がってる。この女性は誰なんだろうと思ってよく見てると、この女性も助けてください、助けてくださいって言って足に捕まってるそうなんですね。で、どうしようと思った結果、夢の話ですよ。夢の中でこの男性は、この女性、掴んでる手をガンガンと左足で蹴ってですね、どうやらこの女性を蹴り落としたそうなんです。で、女性がうわーっと追っていく。その瞬間、はっと目が覚める。こんな夢を見られたそうなんですけれども、この夢一度だけではないんです。実はこの男性が大学4年生になったその年からこの夢を見始めたそうなんですね。そして頻繁に見るそうなんです。で、見るんですけれども、毎回この女性の方を見殺しにすると言いますか、蹴落とした後、夢から覚める。で、最初の頃はですね、もう夢がパッと覚めた瞬間、悪いことをしてしまった。どうしよう。でも夢でよかった。そう思うわけですね。で、夢の中でドキドキしてますから、実際汗もすごいかいてるんです。ですからもう、寝て起きると服もべちょべちょになるぐらい、夢の中でそういう恐怖体験をされるんですけれども、これがですね、頻繁に見るそうなんです。で、あまりに頻繁に見るとだんだん夢の中でも慣れてくるそうですね。わっとおったら、またかと、これは夢だなという感覚はないそうなんですけれども、なんとなく、これで女性を蹴落としたら自分は助かるなぐらいの感覚で、夢を見ていく。にしても、
毎回こんだけの頻度で同じ夢を見るっていうのはなんかおかしいのかなと思って、この男性大学4年生の頃この夢を見始めて、だんだん頻度が、高くなってきたので病院に行かれるんですね。で、心療内科というところで、実は繰り返し同じ夢を見て、こんな夢なんですという話をされたら、この先生がいろいろ話する中で、おそらくあなたは今ストレスで、強迫観念のようなストレスに苛まれてます。それは何かというと、大学4年生ですからね、もう就職が決まってられた。この来年社会に出なくちゃいけないというプレッシャーで、おそらくそんな怖い夢を見てるんだと思いますという判断だったそうなんですね。で、病院から帰ってきてからも、実はこの男性、社会に出るのが楽しみなんです。プレッシャーどころか、就職先に早く行って、早く仕事をしたい。その仕事が非常に自分が、楽しみにしてる仕事なので、なんかストレスになってるとは思えないけどなという風な感じだったそうです。で、それでも大学4年生の間はずっとその同じ夢を見る。だんだん同じ夢を見ると、この助けてくれる男性の顔もよく覚えるそうです。で、また、蹴落としてしまう、この下の助けてって言って捕まってた女性も、よく見ると、おそらく年も一緒ぐらいだな。で、よく見ると、非常に自分の好みのタイプの女性なんだそうなんですけども、自分の命とは、変えられないのか、毎回蹴落としてしまうんだそうです。で、そんな大学4年生が、夢を頻繁に見る中、終わって卒業して、就職されるわけですね。就職された途端、ピタッとこの夢、見なくなったそうなんです。あれ？あの夢見なくなったな。もしかするとやっぱり心療内科の先生がおっしゃってたように、これから就職するっていうプレッシャーであんな夢見てたのかな。いずれにせよあの夢を見なくなったんですね。でも見なくなったらなったでなんとなく寂しく感じたそうです。あの女性ともう一度会いたいななんて思うぐらい、あの夢を懐かしく感じるように、なったそうなんですけれども、それから数ヶ月してから、会社の先輩から、ちょっと一緒にご飯行かへんかって誘われたそうなんです。で、行きたいです。で、いや、実は他の会社の社員さんの女の子が、4人ほど来るから、こっちも男4人で、いわゆる合コンっていうんですかね。そういった食事会に呼ばれたそうなんです。で、食事会に行きますと、向こうは女性が4人、こちら男性が4人。で、席について顔を見ますと、なんと夢で自分が蹴落とした女性がそこにいるそうなんですね。で、あれ、夢で見た女性がいる。怖いな。もしかするとこの女性僕のことを分かってるのかなと思って、食事が始まるんですけれども、食事をしてても一向にその女性は自分のそんな夢の話してこないんですね。あれ、やっぱり違うのかな。僕はこの女性の夢を確実に見てるけれども、この女性は僕のことを多分知らないんだなと思って食事会がずっと進んだ。そして楽しく食事会も終わって、さあ帰ろうとしたその時にですね、この夢に出てきた女性が、ちょっといいですか？声をかけてきたそうなんです。やっぱりもしかして毎回蹴落としますよねって言われるのかなと思って、思わず何の話ですか？そういうとこの女性が、よかったら LINE を交換しませんか？そう言ってきたそうなんですね。そうですか。じゃあ分かりました。LINE 交換しましょう。ということで LINE を交換されて、で、もしよかったら後日私と一緒にご飯でも行ってもらえませんか？そう誘っていただけたそうなんですね。で、どうやら夢とは全く関係がない。現実の世界では二人はやっぱり知り合いではないんですよね。で、安心した男性が、分かりました。じゃあぜひ今度一緒に食事行きましょう。もしなら私から連絡しますんで、次の休み一緒に二人だけで食事行きましょうよ。そう誘ったそうなんですね。そうするとその女性が、嬉しいな。ありがとうございます。でも、次は大切にしてくださいね。そうおっしゃったそうなんです。思わず、どういうことですか？
聞き直したそうなんですけれども、その女性、そのまま帰っていかれたそうなんです。それから会社の同僚あるいは先輩にですね、実はカクカクしかじかでこんな夢を見て、あの女性がまさにそうだったんです。そんな話をして最後にこう言われましたから、そう言うと会社の人たちも面白がってですね、いや、電話して一回食事に行けよ。そう言われて、そうですね。でも、いずれにせよ約束したんで一度連絡をしていますということで、連絡を取り合って、実際女性と食事に二人っきりで行かれたそうなんです。そこでも全く夢の話が出てこないので、男性が思わずですね、いやー、実はカクカクしかじかでこの間別れる時なんか、次は大切にしてねっておっしゃいましたけど、あれどういう意味でした聞くと、いやいや、そんなこと言ってないですよ。そうおっしゃるそうなんです。いや、絶対言われましたよ。いや、言ってないです、言ってないです。だってあの時が初めてですもん。そう言われて、でもそうですよね。それからですね、交流が深くなっていって、いや、実は夢の中でこんなことがあったんです。なんて話も全部されたんですけれども、そうなんですね。別に気にされることもなく、お互い交流が深くなっていって、やがてこのお二人、実は結婚されたんですね。そして今ではですね、非常に愛妻家で、この女性を大切に、しながら生活をされているそうなんですけれども、この夢がこの現実とリンクしていたのかどうかは、定かではないですけれども、もしかしたらこの男性が言うには、過去世にこの女性にひどいことしたんじゃないかな。そんな風に思うんです。だから根性では大切にするんですというお話を、聞かせていただきました。実際この男性が言うようにね、夢と本当に過去世がなんかつながりがあるのかどうかは私にもわかりませんけれども、やはり私たちが生きてるこの現世ではですね、多少の縁、他の世ですね。前世であったり前々世であったり、何かちょっとした縁があって、今、周りにいる人とは、前世からのつながりがあったんだっていうふうに考えることもありますのでですね、できれば周りの人たち、これ、過去世に何があったかは別として、やはりお互いを大切にし合ってですね、暮らしていくことがベストですから、この男性のように、たまたまこの男性はそういう夢を見られたのでってことでしたけれども、夢を見る見ない関係なく、私たちは周りの人たちと共に、幸福を目指して生活していっていただけたらなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。